おはようございます。おはようございます。今日はですね、お客様からの依頼の赤松の方、はいにかけていこうかなというふうに思います。だいぶでかい木なんです。でかい。この木をすごくもうコンパクトにしてくれということで依頼を受けておりますのでこの間延びした木をちょっと枝を結構抜きながら、はい、コンパクトにしていきたいなというふうに考えてます。はい、こうやってお客様の木をやらせていただくことあるんですけど、そういう時にはやっぱり思いを聞くんですよ、最初に。これをどういう木にしたいですかとか、例えば いつまでに飾りたいとか、逆に言うと飾るとかうんぬんじゃなくて骨を作った方がいいですかとか、そういう依頼を聞きながらやっていくんですけど、今回の木に関してはもう飾るとかではなく、もうしっかり、コンパクトにして、骨をしっかりして、5年10年でいい木になればっていうようなのを聞いてますので、なるほど。しっかり枝抜きをして、枝数も少なくして、作っていこうかなというふうに考えてます。わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。まずこの木をざっと見ていきましょう。ちょっと上げようか。この木なんですが、先ほど言いましたね、赤松です。で赤松の割には結構幹が太くてですね、屈折がいくつかあります。でその中で、ちょっとここにシャリっぽいのがありますけども、ここの足元のこの動きが面白いのかなというふうに思ってます。でここを見せるためにどうしたらいいのかなっていうのを今回は重点的にやっていこうかなと思います。であとはこの幹に対して、枝がだいぶ全部細いんですよ。で今現状こう長いのがありますけど、これってもう針金をかけてないともう全部絶対起きてこない枝になるんですね。なのでもうちょっとこういう枝は長いのを切ってしまって、上の方から長い枝を下ろしていくっていうような感じで木を作っていければなというふうに考えてます。これ差し枝かと思ったけど、でもちょっとこれは多分将来性あんまないと思う。細すぎるからね。細すぎる。でこれを伸ばした、これかな、これを伸ばしたとしても多分起き上がって力強くはならないと思います。それか上から短いやつを持ってきてコンパクトに作った方がこの木としてはいいんじゃないかなと思います。じゃあ早速枝抜きからやっていこうかなと思います。でまずこの絶対にいらない枝から抜いていきますね。まずこの下枝、こういうのをまずとりあえずここで切るか。上のこの枝ですね、メインの幹となる部分から出てる枝になるんですけど、上からガツッと落ちてきているんですね。でただこれがすごく長くて多分これも元気にならないような枝だと思うので、バランス的にはもういらないかなと感じてます。はい、これだけでだいぶすっきりしましたね。そうですね、幹が見えるようになりましたね。であと、頭がここになるんですけど、ごめんなさい、角度をもうちょっと起こした方がいい木になると思います。今現状だと右に倒れてしまってるんですけど、差し枝っていうのはこっちになると思いますので、幹の流れは左流れになります。なので、この頭の部分と立ち上がりの関係でいうともう少し起こした方が、勢いが出て見えますね。この頭と幹が足元がだいたい一直線ぐらいになる方がバランスはいいので、こうなるんですね。ちょっとバランス的に上げましょう。よいしょ。このぐらい。このぐらいの方がいいかなと思います。であと角度に関してもこのぐらいの角度が一番よりこの動きが見えるので、いいんじゃないかなと感じてます。であとこの上から出てるこの枝を、今回はちょっとグッと下げて差し枝っぽくしていこうかなと考えてますので、下ろしてきた時にちょっとこの辺でこの辺になると思うんですね、枝が。それに対して差し枝よりも下に出てきそうなこういう裏の枝があります。でこういうのはもう切ってしまいます。裏枝がそこまで後ろにあるとこの幹の動きがあまり出てこないと思うので、こういうのも取ってしまいましょう。差し枝が一番下の枝になるように方がいいってことですね。そうするとこの、
バランスとしては少し軽くなった印象かなと思ってます。元気のない枝もあるので、この辺はちょっと見極めながら切らないといけないんですけど、これはやっぱ何年も放置されてたんですかね。と思いますね。針金もすごい食い込んでたので、かかってたんだ。でも針金、まあ実際軽くしましたけど、この木の幹ってそこまで細い木ではないんですよ、なので、完全に文人っぽくしてしまうと、また迫力も欠けてしまうので、枝数は残せるところは残したいっていうのは思いであります。文人と模様木の間みたいな、そうですね、ちょっとタッチ気味の木になるかな。でさっき言ったような下の細い枝なんかもあまり残しててもそこまで意味はない枝なので切ってしまった方がいいですね。これ何やる今日って言ってさっきパッて決めた木じゃないですか。もともと考えてたってことですか。これどこ落としてとか。差し枝はいらないなと思ってた。この辺使うだろうなっていうのはある程度あったんだ。そうですね。結局ちゃんとこういざやるときに改めて見ると、こんな感じになってたかなとかって、じゃあどうしようとかで考えることもありますけど。なるほど。はい、じゃあまず差し枝からかけていきたいと思います。太いのかけます。で太いのかけた後にこの辺の陣とちょっと引っ張って下に下げていく感じかなと感じてます。今回はいらないさっき切った枝とかけていくっていう感じですね。意外とこう見てみると胴吹きしてるんですね。してるんだ。これとか。これのこと？そうそう。細いのかね。すごい後に出た。これもともと創刊だったのかな。どうすかね。創刊あるよね、そこに。いやでも根っこじゃないかな。根っこ。こういう感じですかね。後々これ引っ張ろうと思うんですけど、その前にこいつら針金かけちゃって、それから引っ張ります。わかりました。これから枝引っ張ろうと思ってるんですけど、ここに今陣がありまして、爪陣みたいなやつでちょっと太いので、裏側に見えないところにビスを打ってそこで引っ張りたいと思います。もうちょい先きたいですね、この角度。結構いってますね。一回これで落ち着かせて、下がりましたね。だいぶ下がったから、そしたら今度はしっかりここに針金をかけていって棚を作っていきたいと思います。先端はちょっと起こすみたいな感じですか？そうですね。今太めの針金かけてますので、こう全体を起こして棚を作っていくっていうイメージですね。一旦差し枝がざーっとできましたねっていう感じです。ちょっと時間があまりないということで、上の方までちょっと骨の荒掛けだけやって、で
細かいところは次回収録までに終わらせて、時間を合わせるときは完成っていう感じに持っていければなって思います。今日はある程度骨までは見れると、はい、いうことで、はい、じゃあお願いします。はい、どうですか。はい、ざっと荒掛けといいますか、必要なところを、はい、この辺に持ってきたいところっていう感じで、針金とあと誘引としまして、はい、シルエットが出てきたかなと思います。ここは差し枝で2番目の枝と、逆の馬受けの方の枝ということで輪郭は出てきたので、これを細かい針金をかけてしっかり棚にしていきたいなというふうに考えております。はい、はい、だいぶ枝はすっきりしたんですけども、それでも、芽数っていうのは増やしてはいるので、針金、枝はあんだけ抜いたとしてもしっかりものにはなりそうかなというふうに考えてますね。その骨格を作るってことですよね。その荒掛けしたってことは、はい、その骨格を作る時のポイントというか、はい、将来的にいるかいらないかっていうのも考えながらやるんですけど、はい、現状やっぱりこの幹の太さっていうところである程度なんでしょうね、例えば綺麗な、その右左後ろみたいな感じでできる木ではないんですよ、もう枝的には。はいはいはい、なので必要でちょっと足りないところには持ってったりとかっていうのは必要になるんですよね。それでも差し枝が1本強調できるものがあったりとか、はい、逆の枝がしっかり落ちていたりとか、そういう感じで、意識しながらやっていくと、そのまま芽数を増やしていけばこの幹の太さに合った角になってくるんじゃないかなと思ってます。なので、どんどんこの先に芽数を増やしていく作業が必要になってくるんですよね。そうした時にしっかりガッチリとした印象になる木になっていけばいいんじゃないかなとは思います。さっきちょっと切った枝なんかはもう本当に先の方にしか芽がない状態だったので、はい、しかも枝自体が細かったので、今の枝の方がまだ太いと思うんですよね。なんでやっぱりここから芽数を増やしていけばしっかり棚にできますので、そういう意識で、この先に枝が増えたらどういう棚になるかなみたいな感じで配置していくといいんじゃないかなと思います。手入れをしてなかったから内側の枝がなくなって、先端しか残ってないっていう感じですね。ただやっぱ上の方は結構芽数も多いので、はい、そこは下に合わせながら積んでいったりとかして、コンパクトにしたいなとは思ってます。なるほど。どうしても上はどんどん出てきちゃうので、はい、じゃああとはちょっとまた細かい枝を操作して棚を作っていきたいと思います。はい、はい、それは後日、はい、後日ということで、はい、はい、また来ます。はい、頑張ります。はい、じゃあ、はい、お願いします。はい、お世話になってます。はい、完成しました。はい、小枝まで今日しっかり描きまして、棚を作りました。結果はやっぱり左流れということで、はい、しっかりできたかなと。頭もちょっと小さめにできたので、これから育てていく上でしっかり芽切りをしていけばいい木になっていくんじゃないかなと思います。なるほど。はい、結構ちょっと苦労したのは枝が間延びしてるっていうところで、裏に持ってったりとかっていうのはちょっとしたところはあるんですけど、それでもしっかりこのまま芽数を増やしていくことによっていい木になっていけばいいなと思っております。ここのね、動きっていうのも若干見えるようになったんで、はい、良かったなと思ってます。でまた春になったらちょっと植え替えをして、はい、元気をつけてここになればいいんじゃないかなと思います。なんか枝がまだあんまり太くないから揺れますね。そうですね。結局こういう木の針金かけて、割と太い針金を使わないとダメなんですよ。はいはい。なぜかというと細い針金でいつも通り綺麗にやろうとすると結構
たわんじゃって動いちゃうんですよ、でいつの間にかなんかだらーっとなってたりとかありえるし、あとはこの後芽が吹いてくると太くなってくると枝も太くなってくるんで、その細い針金が耐えられなくなってくるんですよ。これが心拍だったらまだいいんですよ。でも赤黒だと結構細いのが急に1年で太くなったりするんで、あんま効かねえなみたいな話になっちゃう。でちょっと太めにのやつそうですね、ちょっと気持ち太めのやつやってしっかり形を維持できるようにかけてます。最初の状態からね考えたらちっちゃくはなったかな、変わりましたね。生きながらもよく分からなかったから最初は、Z みたいなね、これも言い方はあれだけど嫌味っちゃ嫌味な曲じゃないですか。でもそれがやっぱりこの木の個性だし、そこはしっかり見せるべきかなっていうところで見せてあげました。でもこの、正面から見た時にここがねちょうどかぶってるから、あと角度がね、変わったからそんなに嫌じゃなくなります。こうやって見るのと全然違いますよね。やっぱりしっかりなんでしょう、見せるところは見せる、でちょっと嫌味というかちょっとうるさいなという、っていうところはチラ見せするぐらいな感じでやってあげると木には魅力を上げられるんじゃないかと思います。個性は個性なので、やっぱりしっかり見ようと思ったら見れるぐらいの感じの方がいいとかですね。素晴らしい。でもこの木の動きっていうのがもともといい木だったので、なるほどね、それを生かすようにちょっと枝数は小さめに作ってみました。あと一つ質問があるんですけど、今この角度になったから、こっちのこれどうするのかな。これはでももうしょうがないですね。ちょっとちらっと見えるぐらい。このまま彫刻とかするわけではない。そうですね。でも彫刻はしてあげた方がいいかなと思います。切断分だけでもねやった方がいい。ちょっと時間をかけてやっていくのがいいんじゃないかな、ということで、赤松の針金掛け無事終わりました。皆さんも赤松の針金掛けやってみてはいかがでしょうか。じゃあこの動画がいいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。こういうエバチね、エバチをねすごい売れるんです。すごい。いやこれすごいです。これもうおまけだな。おまけ。あれこれまた色が違うじゃないですか。そうですね。これ妖怪シリーズの名前はちょっと多分テロップで出てます。であっちもこれがだからあれじゃないですか。これはケウケゲンっていう妖怪ですね。なるほど、あれとは違うんですね。ヘドラとは。ヘドラとは違う。ヘドラはヘドラでまたあるんですよ実は。これも妖怪シリーズ。これすごい上手ですよこれ。でしょ。これすごい。わかりますよ。だって名品店って蜂他にも売ってる方いるんですよね。いっぱいいますね。エバチもありました。名品店でほぼ売れましたっていうことですよね。これね、葛飾北斎の自画像で自分のことをねなんか狂人卍みたいな感じで呼んでる。で卍なんだ。そうだから北斎の自画像を描きました。なるほど、すごい。九山です。九山です。九山でもいい。九山だと普通ですね。なるほど。他の蜂作家さんがいる中で、九山の結構ね蜂作家さんにも褒めてもらったりとかして。だってこれだって初めて描けないですよこれ。これいや才能が止まらない。いやこれ矢刺さってるんですこれ腕に。矢刺さってる。いや本当に矢が刺さってる。本当にで怒ってんだ。そうそう。いやこれもすごい。こんなようなのが。こんなようなやつが私も欲しいっていうやつもう売っちゃったんですねきっとね。そう僕だから昨日のやつとか全然写真あんま残せてないけど、それはもう本当最初に書いたやつですね。これですね。これでもこれ5000円。最初安いのと高いのが混ざってます。でこっちは高いんですねもうちょっと。妖怪シリーズは8000円ぐらいで売ってますね。でも売れたんですもんね。もうほぼ売れましたね。
へえ。あ、こういうのはまだ初期作です。あ、でも全然違いますね、やっぱりね。言っちゃあれですけど。書くたびね、最初の頃のやつはあんまりかな。じゃあでも言っても4回目ぐらいですかね、これね。3回目か4回目。じゃあ今回もう買うチャンス。ネットで売ってるんで。ネットで売ってるのか。ああ。8はあれですか？これね、多分これとかタイガバチじゃない？あ、タイガバチ。ああ。タイガバチです。これどういう書籍が入ってますね。これは書籍さん。ああ。今度いいじゃないですか。ポケット入っちゃう。どうぞどうぞ。いや1個ぐらい。いやもうそういう。じゃあ次回作のお気に入りを。はい。おまけでした。おまけでした。はい。